2010年3月12日、バーレーンの灼熱の太陽がサーキットを焦がしていました。F1 開幕戦、世界中のモータースポーツファンが新シーズンの幕開けに胸を躍らせていました。フェラーリの深紅、マクラーレンのシルバー、そして新生レッドブルの輝き。しかし、その華やかなピットレーンの最果てに異様な空気を放つガレージがありました。そこには走る準備のできたマシンなど1台もありませんでした。床に散らばるカーボンパーツ、這い回る配線、そして数日間不眠不休で目を血走らせたメカニックたち。チームの名はヒスパニアレーシング。彼らが持ち込んだマシン F110 には現代 F1 の常識ではありえない狂気が宿っていました。テスト走行0、一度も地面を走ることなく本番の予選に挑む。これは栄光の陰でうごめくF1 史上最も無謀で、しかし最も泥臭い参戦への執念の物語です。F1 チャンネルは、一人でも多くの方に F1 を知っていただくため配信しています。グッドボタン、ハイプのご協力、お願いいたします。第1章、崩壊した、スペインの夢と政治の罠。物語は2009年に遡ります。当時の F1 界は未曾有の危機に瀕していました。リーマンショックの荒波を受け、ホンダ、トヨタ、BMW といった巨大メーカーが次々と撤退。グリッドの減少を恐れた FIA 会長マックス・モズレーは、ある甘い誘いで新チームを募集します。年間予算を約60億円に制限する。F1 のトップチームと下位チームでは資金力に差がありすぎた。予算制限を設けることで参入の障壁をなくそうとしたのである。この言葉に飛びついたのが、元 F1 ドライバーのエイドリアン・カンポス率いる、カンポスメタでした。スペイン初の本格的 F1 チーム、情熱的なプロジェクトになるはずでした。しかし、F1 という魔物は彼らを嘲笑います。約束されたはずの予算制限案は既存チームの猛反対で白紙撤回。さらに、メインスポンサーになる予定だった企業が、土壇場で資金提供をキャンセルしたのです。F1 チームを運営するには、最低でも年間100億円以上が必要です。資金が底をつき、スタッフへの給料も払えず、開発はストップ。2010年の開幕まで残り1ヶ月を切った時、そこにあったのは、チーム、ではなく、多額の負債を抱えた、残骸だけでした。第2章、残り2週間の買収劇と、届かないマシン。開幕まで残り2週間、誰もが、カンポスは欠場する、と確信していました。そこに現れたのが、スペインの実業家、ホセラモン・カラバンテです。彼はチームを買い取り、名前をヒスパニアレーシングへと改称。F1 界の支配者バーニー・エクレストンの仲介で、なんとか参戦の体裁を整えます。しかし、これこそが地獄の始まりでした。チーム代表に就任したコリン・コレスは、ガレージを見て絶句します。マシンがないんだ。正確に言えば、イタリアにあるけれど、こちらに届かない。マシン設計を委託していた名門ダラーラ社が、未払いの開発費を理由にマシンの引き渡しを拒否していたのです。開幕戦の直前、カラバンテが慌てて送金し、マシンのパーツがバーレーンのパドックに届いたのは、なんとレースウィークの木曜日。他のチームは、冬の間に何千キロもテスト走行を重ね、マシンの弱点を洗い出し、熟成させています。対するヒスパニアレーシング、彼らが手にしていたのは、
一度もエンジンをかけたことのない、プラモデルのようなパーツの山でした。第3章、時が止まったマシン、F110 の正体。では、届けられた F110 というマシンはどんな性能だったのでしょうか。一言で言えば、時代遅れの未完成品です。本来、F1 マシンはシーズン中も毎週のように空力パーツをアップデートします。しかし F110 は、ダラーラが初期設計を終えた段階で資金が止まっていたため、空力開発が完全に凍結されていました。最新のトレンドだったダブルディフューザーなど搭載できるはずもなく、その姿は2000年代初頭を思わせる無骨なものでした。エンジンはコスワース製の V8。しかし、そのポテンシャルを引き出すための電子制御やギアボックスとのマッチング、さらにはブレーキの冷却システムに至るまで、すべてが机上の空論のままでした。トップチームとのタイム差は、1周につき約5秒。5秒という数字は、F1 の世界では永遠に近い時間です。時速 300km で走るマシンにとって、5秒の差は直線で数百メートルの差を生みます。彼らは同じレースを走りながら、事実上、別のカテゴリーを走らされているに等しい状態でした。第4章、パドックは、戦場と化した。開幕戦バーレーン、金曜日のフリー走行1回目、ピットロードを他チームのマシンが駆け抜ける中、ヒスパニアレーシングのガレージからは金属を叩く音と、メカニックたちの怒号が響いていました。ブルーのセナのマシンがようやく形になり、コースに出たのはセッション終了直前。そしてもう一人、インド人ドライバーのカルンチャンドックに至っては、金曜日の走行を完全に断念。彼のマシンを動かすための油圧システムとギアボックスの連携が全く取れておらず、パドックで作業が続いていたからです。ブルーのセナ。あの伝説、アイルトン・セナの甥父が亡くなってから16年、セナの名が F1 に帰ってきたと世界が注目していました。しかし彼がドライブするのは、叔父が愛したマクラーレンのような名機ではなく、いつ壊れてもおかしくない、動く火薬庫でした。マシンがどう動くか、ブレーキが効くかさえわからない。そんな恐怖の中彼は予選へと向かいます。第5章、0.1% の希望と、あまりに残酷な現実。土曜日の予選、チャンドックのマシンが初めて産声を上げました。テスト走行0回、文字通り、人生で初めて乗るマシンで彼は世界最高峰の予選に挑んだのです。結果は、ポールポジションのセバスチャン・ベッテルから約11秒遅れ。しかし彼らはグリッドに並ぶ権利を得ました。審判団が、あまりに特殊な事情を考慮し、特別に出走を許可したのです。日曜日、決勝、チャンドックのレースは、わずか数分で終わりました。1周目、マシンの挙動を全く把握できていない彼は、路面の小さなバンプを拾った瞬間、制御不能に陥りコースオフ。そのままリタイアとなりました。一方のブルーのセナは、執念の走りを見せ17周を走り抜きました。最後は油圧トラブルでリタイアしましたが、その顔に悲壮感はありませんでした。完走はできなかった。でも、僕たちはここに立っている。F1 は、勝者が全てを総取りする残酷な世界です。ヒスパニアレーシングもまた、2012年を最後に資金難で姿を消しました。彼らが残した記録は、ポイント獲得0、最高位13位。しかし、一度もテストをせず、パドックでレンチを握りしめ、
そのまま時速 300km の世界へ飛び込んでいったあの狂気に近い情熱は、効率とデータが支配する現代 F1 では決して見ることのできない人間臭いドラマでした。速いから走るのではない。走るために、ここにいるんだ。ヒスパニアレーシング F1-10 が、バーレーンの砂漠で見せたあの不格好な走りは、今もなお F1 ファンの心に、最も無謀で、最も勇敢な挑戦、として刻まれています。